元気ですか。元気があれば飲んでもできる実況アナウンサーの影野貴彦です。今回はですね、合気道の振り幅、これについてですね、考察をしていきたいと思ってます。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。今回はですね、合気道の振り幅、この大きさ、これについてですね、お話をしていきたく思ってます。合気道というのはですね、武術でございます。ですから私は強くなりたいという思い、合気道はやはり武術ですから強くなきゃいかんという思いがあるわけでございます。年とともにですね、それもだいぶ緩和されてきまして、いろんな合気道があっていいんじゃないのというふうに思うようになりました。若い時はですね、血気盛んですから、合気道が誤解されてしまうことに対してですね、かなり血気盛んに反論をしておりました。そんなもんじゃねえんだと。他の流派を見ましてですね、あんなもん合気道じゃねえんだというふうに私も言っていた時期があった。ところが人間丸くなるもんでございますね。そういった思いも徐々になくなってきましてですね、あれはあれでいいやというふうに思うようになった。これがね、振り幅なんですよ。つまり私のように武術として強さを求める人もいれば、健康法として合気道をやってる方もいらっしゃるし、コミュニケーションツールとして合気道を捉えてる方もいらっしゃるし、精神論としてその合気道を捉えてる方もいらっしゃるんですよ。十人十色なんですよ。いろんな合気道があってもいいんですよ。だからこれが合気道のまた魅力の一つじゃないかなというふうに思うようになりました。今やですよ、世界で200万人もいるんですよ。そして140カ国で合気道という武術が広く広がってるんですよ。普及されてるんですよ。これはね、すごいことだと思ってます。空手とか柔道と、もう並び称されるぐらいのですね、武術になったわけですね。本当新しい武道ではありますけれども、それだけのものが出来上がったということは、これはすごいなというふうに思ってます。これはね、岸尾丸先生の功績だなというふうに思うんですよね。岸尾丸先生は国内外問わず合気道の普及に乗り出した。そして動く禅という表現をしたのかな。これがね、私ね、西洋の方にとってはすごくね、神秘的なキャッチコピーになったんじゃないかと思うんですよ。やはりね、西洋の人から見ると、この日本の東洋の武道というのはなんかね、神秘的に見えるみたいですから、そういった意味でも動く禅という表現もね、良かったんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、今や140カ国200万人でしょ。これは本当にすごいことですよね。これね、いつかね、できないとは思いますけど、もしできるんであれば200万人の人がに対してね、合気道を始めたきっかけ、これ聞いてみたいと思うんですよね。何が一番大きいのか、一番きっかけとして多かったのは何だったのかということもね、これ調べてできれば面白いんじゃないかなと思うんですよ。これはね、国によっても違うと思います。今日本は平和でしょ。平和ですから、私のように武術として捉えている方よりも、例えば健康法としてとか、そういう精神面であるとか、それからコミュニケーションツールであるとか、そういった観点で始められた方の方が多いんじゃないかなというふうには思うんですよ。ただやはりちょっとまたね、戦火にまみれている地域であるとかですね、危険なところを持っている、国においてはですね、これは逆かもしれませんよね。武術として捉えてですね、しっかりと自分の身を自分で守るんだという、そういった思いで始められた方も多いんじゃないかなというふうに思ってます。たまにね、岩間に行って外国人と話すと、きっかけ何だったのということで話をすると、例えば女性においては技の美しさであるとかね、そういった表現をされている、女性陣もいらっしゃったわけなんでね。これは本当にさっきご案内申し上げた通り、10人十色なんで、これはこれでね、面白いなというふうに思ってます。いずれね、何かの機会でね、どっかの機会で、どっかの機関がね、そういったきっかけをね、調べてくれると嬉しいなというふうに思ってます。そういった意味でも、本当に振り幅が本当にね、広いんでね、大きいんで、これがね、合気道の普及の一つの要因になっていると思いますし、さまざまな合気道があっていいと思ってます。ですから武術として、そして健康法として、精神として、コミュニケーションツールとしてさまざまな観点から、合気道をね、またやっていただきたいし、この合気道のね、普及につながっていけばいいかなというふうに思ってます。私もいろいろな考え方変わってきてるんですけども、私においてはね、やはり武術なんで強さを求めたいなと
技を求めたいなというふうに思ってます。これがねどうしても根底にあるんでね、それにおいて私は追求していきますけれども、他の要因としてそれを否定することは全くありません。それはそれで非常にいいんじゃないかなというふうに思ってますんでね、皆さんもぜひね頑張っていただきたいし、何をきっかけにまたね新しく合気道を始める方がいらっしゃるか分かりませんけれども、ぜひね同じ同志として頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。今回は合気道の魅力、これは合気道の振り幅、この大きさであるという点でご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカぞー！